自分のものを作れるからこそちゃんとこれを表現したい。でも時々考えちゃいます。あのまま事務所いてデビューしてたらどうなってたんだろうとか。そうですね。で練習生、辛かったことは、正直もうね、その生活自体が今考えてみればなかなかハードなスケジュールだったなっていうのはまずあるんですけど、でもその中でもやっぱりこうなんだろうな、体的っていうよりかはなんか精神的に辛かった面の方が多いのかな。やっぱりそれはもちろんね、自分がの実力に対してのストレスもありましたし、あとは練習生って目標にしてるところはやっぱもうデビューしかないから、そこにめがけて頑張ってるのに自分が思ってる結果に至らないとか、あとはね、こう自分がこう思っててで実際にじゃあこういうふうに話が進んで、でも結局その事務所の上の方で結局できなくなったとか。でもそこら辺のことって正直僕たちがどうこうできる話じゃないから、僕たちは本当に話を素直に聞いて、あ、そうですか、じゃあできないですねみたいな。途中まで僕たちも単純に正直デビューしたいっていう気持ちだけだったんですけど、でもじゃあデビューしたいと思った時にまず自分たちが具体的に動けばいいんじゃないかって思い始めて、じゃあ何ができるってなったらやっぱ曲かけるっていうところでめっちゃ曲を書いたんですよ、僕たちでグループの曲として。でもちろん僕たちはそこに対して 100% であったから、絶対これでいけるでしょとかっていう気持ちで書いたんですけど、でもやっぱそこに対して真逆の意見が飛んでくる時もあったし、もちろんすごいいいねっていう意見もあったし、でも結局そこまででそこからもう一歩踏めるかって言ったらなかなかその一歩が踏めなかったのが、すごい精神的にやっぱり辛かったですね、僕は。なかなかそれは難しかったですね。でも決してね、その時間が無駄ではなかったっていうのはもうすごく感じていて、っていうそのとにかく目の前にしてはできなくてっていうのを重ねすぎて、やっぱ正直こう自分の中でもグループとしてデビューするっていう熱が冷めてたんですよね、やっぱり。最初自分が12の時に入った時はやっぱりそのグループとしてデビューするっていうことに対しての夢がでかくて、いろんなアーティストさんを知って、アーティストっていう魅力にも気づけて、で自分も曲が書けるようになってってなった時に、ソロアーティストとしてデビューしたいなっていう気持ちがちょっと強くなってきたんですよね、その頃から。でやっぱ自分が自分のものを作れるからこそちゃんとこれを表現したい。 안녕하세요. 전 대한민국 작곡가 프로듀서 밀레니엄이고요. 노아랑 예전에 연습생 생활로 알고 지낸 지는 한 7, 8년 정도 8년 정도 됐습니다. 첫인상은 처음에 일단 저한테는 너무 컸어요. 그때 나이가 12살, 13살 이랬는데 키가 엄청 큰 친구가 와가지고 일단 그냥 크다 이런 생각만 들었던 것 같아요. 근데 엄청 잘생겨가지고 그것도 놀랐어요. 처음에는 이제 구글 번역기로 서로 얘기를 많이 하다가 얘기도 잘은 못했었어요. 근데 이제 연습이라는 공통점으로 같이 생활을 해야 되다 보니까 그래서 연습을 하기 위해서 서로 이것저것 물어보다가 점점 더 친해지게 된 것 같더라고요. 그래서 그렇게 알고 지냈다가 점점 더 편해진 것 같더라고요. 생활적인 면모에서는 이제 많이 힘들기도 했지만 그만큼 재밌었던 기억이 많이 남았거든요. 그래서 같이 서로 의지하면서 YG 생활을 지냈는데 그때는 이제 뭐 연습생 특성상 이게 데뷔를 꼭 할 수 있다라는 건 아니잖아요. 그래서 그래도
연습생 그 기억으로 인해서 저희는 실력은 어느 정도 올라가 있었기 때문에 그거를 믿고 이제 앞으로 생활을 하자라는 식으로 더 돈독해진 것 같습니다. 저희도 이제 아까 연습생 생활을 하다 보면 이제 같이 연습했던 친구들도 많이 나가고 부득이하게 나가는 경우도 많이 봤는데 그걸 보면서 더 불안하기도 했지만 더 노력해야겠다라는 생각이 더 크게 들었는데 이게 저만 그런 게 아니라 노아도 똑같이 같은 팀원 멤버다 보니까 같은 그런 생각을 해서 서로 더 연습을 더 열심히 했었던 것 같아요. 그냥 그 여태 동안. 제가 만약에 아들을 낳아서 키워가지고 잘 보게 되면 너무 잘 크고 있고 너무 활동도 잘하고 잘생기고 하고 있으니까 진짜 아빠 마음으로 흐뭇하게 보고 있는 것 같습니다. どうしようかなってずっと悩んでて、でそんな中で、2018年の2月にワンオクロックさんのソウルであったコンサートに行きました。でその場でとにかくもう刺激という刺激を受けて、僕は正直海外でこんなに活躍されてる日本人のアーティストさんがいるんだってまず驚きがあって、でももちろんワンオクロックさんのその音楽からのパワーも受け取りながら、なんかこう自分の中で確信ができた瞬間だったというか、僕も日本人として日本から世界に発信していきたいっていう思いがこう芽生えた瞬間だったんですよね、そのコンサートが。でそこからじゃあいざこれを具体的にどうすればいいんだっていう考えが始まって、でもちろん日本の事務所だったりだとか、レーベルさんだったりとかいろんなこと調べて、でやっぱもうね、もちろん韓国っていう国は好きだし、正直すっごい悩みました。本当にこのままやめてもいいのか、ここまでね6年間7年間って練習生としてグループとしてデビューするために頑張ってきたのに、やめて日本に行くってことが本当に合ってんのかって正直すごい何度も悩んだし、なんならちょっとこう間違えてるんじゃないかって自分の中で思ってたぐらい。でも本当に直感に任せたというか、もう自分が素直に今行きたい方向はどっちなんだって考えたらやっぱ日本だったので、日本を選んで2018年の10月にこっちに戻ってきましたね。正直今でもやっぱり時々考えちゃいます。あのままね事務所いてデビューしてたらどうなってたんだろうとか、それこそね当時一緒に練習してた子たちがグループとしてデビューしてて、そういう活躍見ていると、自分もあん中いたらどうなったんだろうなとか、楽しかったのかなとか思います。やっぱりグループとして準備してたからこそグループの魅力ももちろんわかるし、でソロになってみて一人で何でも何でもじゃないけど、でも基本やっぱ一人で曲作りしてね、一人でいる時間が多くなったから、そこに対してのやっぱすごい孤独感もあるし、やっぱチームだからこそこう作り上げられるものもあるから、そこのこうなんだろうな、ギャップっていうのかな、差っていうのかな、みたいなものは最初の頃っていうかこうデビューしてからそういうことを考え始めるようになりましたね。そうですね、僕日本に戻ってきてからはすごく新鮮だったんですよね、いろんなことが。だからいろんな場所にも行ったし、改めてあと人生の経験としてアルバイトもしました。某ファミリーレストランのフロアと、あとお母さんのお友達のイタリアンレストランでもアルバイトしてました。本当にでもすごい大事な経験だったなって今も思ってて、やっぱねお仕事しないとわからないことっていっぱいあるから、いろんなこと学んでたし、それが今にも
ね、やっぱこうどっか行くたび思い出して、あとか普通にお客さんとしてこういう風にした方がいいなとかっていうのもやっぱ思っちゃいますし、まあでもすごく本当にいい経験でしたね。でまあそんな中で今の僕の事務所の、アミューズのオーディションを受けて、まあ無事合格をして事務所に所属することになって、まあ、そこから1年ぐらいかけてデビューまでの制作が始まるって感じでしたね。